ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、Kiss-My-Foot2 思い花ミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、キスタンの皆様、多くのリクエストありがとうございます。で、今回のですね、思い花、めちゃくちゃリクエストが多かったのでピックアップさせていただきました。そしてこの思い花なんですけれども、7人体制の時の楽曲ということでですね、僕も Kiss-My-Foot2 の音楽的な部分だったり Kiss-My-Foot2 の詳しい部分に触れることができてまだ2ヶ月ぐらいです。なのでもっともっと Kiss-My-Foot2 を知るためにですね、 Kiss-My-Foot2 の歴史も知るべきかなというふうに思いましてピックアップさせていただきました。そして歌声分析をしていったわけですけれども、いやー、相変わらず素晴らしいですね。で、今回の思い花の歌に関しては歌声が素晴らしいのはもちろんなんですけれども、歌への感情の込め方だったり表現力、この辺がですね素晴らしいなというふうに思いました。僕はねもうね感動しすぎてちょっとね涙しちゃう部分もあったりしてお恥ずかしいような感じの内容なんですけれども、いやそれだけね Kiss-My-Foot2 の歌声から気持ちが伝わってきたということで本当に素晴らしかったです。そういった部分をどこよりも丁寧にそして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 Kiss-My-Foot2 思い花歌声分析 GO!うわうわ、いや声が柔らかいですね。最初の幸せ、ここは裏声ですよね。この裏声の部分はですね、鼻に多めに声を入れてるんですよね。鼻の中の鼻腔共鳴っていう響きがですね、前面に出てる裏声なんですけど、鼻っていうのは声の音色をコントロールするための部分なんですよ。なので鼻の中に多めに声を入れればふわっとした成分が増幅しますし、ちょっとだけ鼻に入れるっていう感じにすると綺麗な成分だけが前面に出るっていう感じなんですけど、玉森くんはですねここの部分で鼻に多めに声を入れることによって柔らかい質感を表現しています。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。で、最初の幸せのところは声に息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックも同時に使ってますね。で、その後のただ祈ってるずっと、ここの部分も裏声の声の出し方を継続して鼻の中に多めに声を入れた地声に変化させて歌ってるポイントですね。やっぱり玉森くんは激しいとかかっこいい系の曲を歌うときは鼻の成分をそこまで使わなくて、こういう優しい感じの時は鼻に声を多めに入れるっていう歌い方してますよね。次いきますよ。わかっこいいね。はい、イントロねちょっとだけ流れましたけどめちゃくちゃかっこいい。で、さっき鼻の中に多めに声を入れるっていう風な話をした矢先なんですけど、今聞いた部分はですね、僕が玉森くんが本来持っている声の成分を使っているポイントなんじゃないかなっていう風に思います。その成分は何かっていうと、口の中の響き、口腔共鳴っていう声の成分です。口の中はですね、歌詞をクリアに聞かせたり、あとはですね、口の大きさによって声量が大きくなったり小さくなったりと変化させるポイントであったり、
あと口の奥、喉側ですよね。この部分を広げると声が太くなったりするんですよ。で、今、玉森くんが使ってるのはですね、口の中の前側っていうか歯の方っていうかね、ほんと口の中っていう部分。ここを使うことによって言葉が持つメッセージ性を強く伝える感じの歌になってるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いやー、いいね。歌詞がめちゃくちゃ伝わってくる声ですよね。やっぱり口の中の響きが中心になってる歌声かなっていうふうに思います。で、いつもだったら次のね、歌い始めからまた流すんですけど、イントロめちゃくちゃかっこいいからこのままね、聴いていってみようと思います。いきますよ。かっこいいかっこいい。あ、ちょっと、あれかな、こっから歌い始めだったかな。なんか毎回、変な意味でタイミングのね、いいところでこう止めちゃうんですよね。なんかミュージックビデオの作りは、Kiss-My-Foot2 がパフォーマンスしているシーンとドラマっぽいシーンがこう交互に来る感じなのかな。いやー、楽しみですね。やっぱりイントロ聞いて正解でしたね。めちゃくちゃかっこいいです。このね、ストリングスって言われる弦楽器四重奏の音をね、音楽用語ではストリングスって言うんですけど、やっぱりね、このストリングスが入ってくるとね、壮大さが伝わってきてね、感動しますよね。次いきますよ。いい声ですね、藤ヶ谷さん。この声はですね、胸ですね。肺の中の空間、胸腔共鳴。こちらをメインで使っている歌声です。胸の響きを使うとですね、声が熱くなったり、かっこいい雰囲気の声質になるんですよね。眠れないと、みたいな。こういった雰囲気になります。あと胸の響きを使うことによって体全体にですね、声の振動が伝わって増幅するので、こちらも声量につながってきますね。もう一回聞いてみましょう。いいね。やっぱりいいですよね。すごくこうね、落ち込んでいるような感情が声から伝わってきて、歌声に耳が引きつけられるパワーを持っているというか、素晴らしいです。次いきますよ。優しい夜へと変わりますように。で、今ちょっと音域が上がりましたよね。音域が上がったタイミングでですね、胸の響きと鼻の響き、この2つに声の成分をですね、変化させているポイントですね。で、鼻の音色をですね、高音部分で使うことによって歌声に色気が出てきますし、あと鼻っていうのは高い声を出すときにすごく必要な部分なんですよね。鼻に声を入れた方が高い声って出しやすくなるんですよ。ちょっとだけ鼻声のニュアンスを感じ取れる声質かと思うので、それがね、鼻腔共鳴の響きです。その辺注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら。変わりますように。みたいな。藤ヶ谷さんの声は、今僕が出した声よりももっと胸腔共鳴の響きが強いので、男らしい感じの声っていう風な雰囲気が出てたと思うんですけど、素晴らしい声ですよね。次いきますよ。わ、やばいね。今は宮田くんと千賀くんのデュエットですよね。一人で歌ってるんじゃないかって最初のね、音を聞いた時に思ったんですけど、この声質の混ざり具合がですね、Kiss-My-Foot2 の素晴らしいところですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かすかなのこのかすのところなんてほんと一人で歌ってんじゃないかっていうぐらい声が溶け込んでますよね。いや、これはね、やばい。今ね、鳥肌やばいですよ、マジで。すごすぎますね。これはね、なぜこんな現象になるかというと、まず、声の響きの成分を2人ともこう同じような感じで出してるんですよね。僕が聞いた感じ、口の中の響きと鼻の中の響き、この2つを同時に使ってるっていうイメージの声なんですけど、プラス、リズムですよね。リズムがぴったり揃ってることによって、一体感が生まれているんですよ。で、歌でリズムっ
ってやっぱり一番癖が出やすい部分なので、合わせるってなるとすごく難しいんですけど、それをねこうさらっとやってる宮田くんと千賀くん、すごいですね。次いきますよ。癒されますね、この声の雰囲気は。で、今のところはあれかな、宮田くんと千賀くんがメインメロディーを歌ってる下でハモリが入ってる感じなのかな。このハモリが入ってきたタイミングでの声の響きの美しさね、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいいですね。本当に先ほど言った美しい歌声っていう言葉がね、すごく似合うポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。ここは北山くんですよね。北山くんの歌声。どことなく堂本剛さんの歌い方の癖に似てるなっていうふうに僕は思っていて、以前北山くんの歌声について分析したことがあったので、その時にも思ったんですけど、この音のしゃくり具合とか、細かいビブラートの仕方とか、鼻の声の使い方とか、その辺がすごく似ているなっていうふうに思います。いっそつぼみのままならば、こんな感じかな。もっとこうね、全体的にリズムを溜めてる雰囲気がしますけど、鼻の中、鼻腔共鳴が中心の歌い方ですよね。もう一回聞いてみましょう。で、口はおそらくあまり開いていないんじゃないかなっていうふうに思います。で、口を開かないと声っていうのがこうこもりがちなんですけど、声を出すイメージをですね、前方向に持ってくることによって声のパワー感を作ってるのかなっていうふうに思います。で、フレーズの頭に入ったエッジボイス、こののこのガラガラって音がね、めちゃくちゃセクシーですよね。次いきますよ。今のポイントは先ほど言った鼻メインっていう雰囲気がですね、すごくわかりやすいポイントかなっていうふうに思います。かなり鼻声のニュアンスを歌声に乗せてるっていう感じの声なので、もう一回聞いてみましょう。ないのにのこの辺とか、特に鼻のニュアンスが強く出てるポイントですよね。いやー、色気のある声ですね。次いきますよ。いいね。すごくこう勢いのある感じの声ですよね。で、やっぱりね、デュエットなのに一人の声に聞こえるんですよね。相当練習してますよ、これ。もう一回聞いてみましょう。ほら。このね、リズムのバウンド感も揃えてるところが素晴らしいなっていうふうに思って、これはね、全体的に音を切るテクニック、スタッカート、これね、毎回言ってるんですけど、このスタッカートの使い方が絶妙にうまいですね。タララララーっていうふうに歌っちゃうと跳ねた感じしないじゃないですか。タッタタッタターって歌うと跳ねた感じしますよね。音を切る切らないでこれだけ雰囲気が変わってくるんですよ。で、雰囲気が変わってくるとやっぱりこう感情も伝えやすいっていう風になってくるので、そういうところも2人でしっかりとミーティングをして歌を作り込んでんのかなっていう風にね、僕は推測します。次いきますよ。あ、なるほどね。さっきスタッカートでこう弾んだ感じって言ったじゃないですか。ここはスタッカートを使わずに音を全体的に伸ばす感じで歌ってるんですよ。そういう風に歌うことによってこうふわっとした雰囲気が出てますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。
サビ前ですよね、おそらく。サビ前の一瞬静かになるところにつなげるためにスタッカートを使わずに全体的にこう柔らかい感じで歌ったっていうことなのかな。で、こうなると次またサビの一発目の音がドーンとこうね、爆発力のある感じになるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、楽しみですね。行きましょう。やっぱり来ましたね。このね、一発目のインパクトね。これがすごすぎる。今ちょっとね、すいません。涙目です。感動しちゃって。もう一回聞きましょう。素晴らしすぎますね。歌でこの爆発力を出すには、一発目の音のリズムをですね、しっかりと点で合わせてあげないと、この爆発力って生まれないんですよ。もっと細かいことを言うと、子音の位置をですね、点で合わせるんですよね。だから、どのこの音を合わせるんですよ。ここが少しでもメンバー全員ずれてしまうと、この爆発力っていうのが出てこないんですけど、っていう風な話を聞くと相当練習しないとできない歌い方だと思いませんか？これはね、すごすぎますね。次いきますよ。ジーンときますね。で、サビかなり音域が高いのに、こう、癒され効果があるじゃないですか。やっぱ声の性質上、高音ってパワーが乗りやすいんですけど、そこにね、必要以上にパワーを乗せないで歌っているっていうね、ここが素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。同じ空見上げて。このぐらいは普通に歌うと乗っちゃうんですよね。それを同じ空見上げてぐらいで歌ってるんですよね。この動画上だともしかしたら僕が歌ったその声のパワー感の違いっていうのが分かりにくいのかもしれないんですけど、この表現方法としてはサビの前半、さっき聞いたところはこう割とねこう強く言ったんですよね。で、今聞いたところでちょっとずつこうパワー感を抑えていって優しくするっていう感じですよね。このね、音量の変化も Kiss-My-Fut2 の歌い方の表現の素晴らしい魅力の一つなんじゃないかなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。あ、いいね。で、ここでまたこうぐわっとこうパワー感のある感じになったじゃないですか。いや、このね、音量の大小がすごく心に響きますよね。これ音楽用語ではダイナミクスって言うんですけど、声質の変化でももちろん感情って表現できると思うんですけど、やっぱり声が持ってる本質的な部分は僕は音量の大小だっていうふうに思っていて、強い感情を伝えたいときは声量を大きく、優しい感情だったり、そこまで気持ちを強く表現しなくてもいい、そんなポイントはですね、声量を小さくみたいなね。そういうふうなことを意識して表現する歌い手の歌はですね、やっぱりね、この感動しますよね。まさにね、そういった雰囲気を感じれるポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。あ、いいね。一瞬入ったね、裏声のところがね、張り詰めていた感情に一瞬だけこうね、優しさが来るみたいな。で、そのワードはあなたですよ。聞いてくださってるあなたってことですよね。心に思っている大切なあなた。優しい感情を伝えたいとかそういったことなのかな。もう一回聞いてみましょう。グッときますよね。ここで裏声を使うっていうチョイスがね、素晴らしすぎますよね。メロディーの流れもすごく美しいしね。いや、最高ですね。次いきますよ。いいね。なるほど、最後はこうね、裏声が多めに使うフレーズなんですね。で、急にね、バックのサウンドがピアノ一本になって、こう、シュンとした感じで、また明日、
言えるなら幸せっていうワードですよ。ってことは、今はその言葉が言えないっていうことなのかな？ストーリー的には。悲しい感情のポイントですね。もう一回聞いてみましょう。もうなんか涙が出てきますね。素晴らしすぎて。いやー、すごいね。やっぱり一つに混ざり合った声の中にメンバー全員の感情が込められているようなね、そんな感じの歌声ですよね。じゃなかったらね、この短時間でここまで感動しないと思うんですよ、僕は。いや、本当に素晴らしい。次いきますよ。やっぱ千賀くんの声いいですね。すごくね、バランスがいい声の使い方をしてます。胸、口、鼻。その中でも鼻の割合がちょっとだけ多いので、色気がね、すごい歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。で、声もすごくいい意味で軽いタッチだしね。で、ここで千賀くんもうっすらウィスパーボイスを使って声の柔らかさだったり、温かさを表現してるかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。振り回されないで、みたいな感じで、高いところで喉の奥をちょっとだけ開いたんですよね。その体の使い方をすることで、一瞬ね、めちゃくちゃたくましい声が出てるんですよ。それがね、かっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。最後のトーも同じ広げ方をして歌ってますね。いやー、本当にね、声のコントロール力がやばいですね、千賀くん。次いきますよ。いいね。ここはまだね、歌っているメンバーが出てきてないので、誰が歌ってるのかちょっとね、わかんないんですけど、すごくこうなんか、うつむいた状態で歌ってるような、落ち込んだ感情が込められた歌声かなっていうふうに僕は思います。で、おそらくここのポイントも口はあまり広げずに、顔の表情も無表情な感じで歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。声の雰囲気っていうのは顔の表情にすごく左右されます。明るい表情だったら明るい声が出ますし、悲しい表情だったら悲しい声が出るっていうね、そういった性質があるんですけど、そういう風なね、ポイントを知ると、歌声を聞いただけで、歌ってるメンバーがこんな表情で歌ってるのかなっていう風なね、想像ができてきて、より一層Kｉｓ-My-Ｆｔ2の楽曲にですね、こう没頭できるんじゃないかなっていう風に思うので、ぜひね、この聴き方試してみてください。もう一回聴いてみましょう。濡れた花が空仰ぐようにみたいな感じの声質ですよね。多分ね、無表情な感じで歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。なるほどね。宮田くんと藤ヶ谷さんだったんだ。またね、藤ヶ谷くんだけ藤ヶ谷さんって呼んじゃうんですよね、僕。確かね、最初のメラメラの時は藤ヶ谷くんって呼んでたと思うんですけど、2本目の鴨の場のあたりからね、なぜか藤ヶ谷さんって呼ぶようになって、これね、僕もなんでこうなってるのかわかんないんですけど、なんかさんって呼んだ方が僕は呼びやすいですね。で、宮田くんと藤ヶ谷くんの声だったんですね。これはね、僕意外でした。宮田くんの声はもっと明るい雰囲気かなっていうふうに思っていましたし、藤ヶ谷さんの声はもっとこうね、大人っぽい色気のある声かなっていうふうに思ってたので、いや、こういった声の表現もできるっていうのがね、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。最初の信じたいっていう歌詞のところの発音の仕方がめちゃくちゃかっこよかったですよね。次いきますよ。わっ、いやー、すごいいい声ですね。二階堂くんの今のところ。こう口の中の空間が全体的に開いてる感じの声です。
雨は涙みたいだからみたいな、声がストレートに届いてきますっていう感じの素晴らしい声ですよね。僕が今歌ってみた感じだと、口の中から声を出すっていうイメージよりも、口の奥から前に声を出すっていうイメージですね。普通声を出すときって、この辺からこうみたいな感じのイメージだと思うんですけど、もっと深い位置からですね、少しだけ斜め上に向かって出すっていうようなイメージ。そうすることによって少しだけ鼻にも声が入りますし、胸もしっかり響いてくれるんですよね。声の成分の割合としては、口が6の鼻と胸が2割ずつっていう感じかな。素晴らしいですね。次いきますよ。で、やっぱりね、口をメインに使っているから言葉がすごくクリア。ここまで歌詞がクリアに聞こえてくると、やっぱりね、歌が持つ感情だったり、情景がイメージしやすいですよね。もう一回聞いてみましょう。もう歌詞見なくて目つぶって聞いても言葉がね一つ一つクリアに聞こえてくる歌い方かなっていうふうに思うんですよ。いやこれはすごい。次いきますよ。いいね。いいね。やっぱりねソロで歌ってるところからデュエットで歌ったところのこの声の雰囲気の変化が僕はポイントかなっていうふうに思っていて、ソロで歌ってるところはやっぱりね個性を表現で、デュエットだったり全体で歌っているところはチームワークを表現っていう感じのポイントなのかなっていうふうに思います。でもちろん全員で歌うサビよりもデュエットで歌うところの声の音圧っていうのはやっぱりね下がるんですけど、サビに向かって声の音圧が2人になることによって上がったじゃないですか。でちょっと盛り上がる雰囲気しますよね。で徐々に徐々に盛り上がっていってサビにつながっていくんですよっていう道筋が見える感じがして、気持ちが高ぶってきますよね。もう一回聞いてみましょう。で2人で歌ってるからこそ2人ともさらっと歌ってるんですよね。おそらく2人とも気持ちを込めて歌っちゃうと強すぎる表現になってしまうから、あえてさらっと歌ってんじゃないかなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。やっぱサビ前のねここのポイント好きだな僕。インパクトの強いサビが来る前の助走というかね、そんな感じがしてね僕大好きです。もう一回聞いてみましょう。ほらこのポロンがいいですよね。でここで盛り上げるための助走としては音が上がっていくっていう風なフレージングが一番ね分かりやすいと思うんですけど、ここであえて音が下がるじゃないですか。ラララララっていう風にこの下がるところもね僕はちょっとねごめんなさい細かい話なんですけどすごくいいなっていう風に思います。あえて盛り下げてからの盛り上げみたいなね、これがたまらないですよね。いきますよ。やっぱりサビいいですね。サビの中でもね一番インパクトが強くて感情が一番伝わってくる部分ですよね。この部分はもう一回聞いてみましょう。いい、本当にいいですね。リクエストありがとうございます。次いきますよ。歌詞が悲しいですね。本当に感動しちゃいますね。どんな未来が訪れたとしても違う空の下で思っているよっていうことはもう離れ離れになってしまったっていうことですよね。うわ、これはね悲しいですね。で最初のどんな未来が訪れたとしても、ここで気持ちを全開なんですよ歌としては。で違う空の下で思っているよっていうワードのところは
ちょっと感情っていうか音圧が下がるので落ち込んだようにも聞こえるじゃないですか。こう悲しい気持ちが歌声に乗っているというか、そういう風に思って聞くとですね、もうね本当にね涙が出る。次いきますよ。もうね歌詞の内容が気になりすぎますね。こう時間がね経過したっていうことですよね。やっぱりこう感情の伝え方として次に何が来るのとかどんなストーリーが待ってるのっていう風に思わせるワードを強い感情を込めて歌ってますよね。だからね歌詞の世界観にこうどんどん入り込めちゃうんですよ、聞いてるこっちとしてはね。これがね素晴らしい。歌のテクニックっていうよりも表現力ですよね、ここはね。なかなかこの歌い方できないですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら強い感情が来て次のワードでどうなるのかっていうね、すごく先が気になるような雰囲気ありますよね。次いきますよ。まだねこう思っているってことかな。ただ寄り添う思いが確かにあるよと。今ねごめんなさい、肘がポキってなっちゃいましたけど、マイク取ってるかな、今のポキって音。こんな感動する場面でねなっちゃうっていうね、良くないですね。まだまだあなたのことが大好きですよと、そういうことかな。もう一回聞いてみましょう。いやージーンとしますね。次のねワンフレーズもう歌詞が見えてるんですけど、歌と言葉が組み合わさることによってどのような感情が伝わってくるのか聞いてみましょう。あなたのことを思ってるだけで幸せなんですよってことですよね。いやーもうねなんか若かりし頃のね青春していた頃のね記憶がこう蘇ってきますね。10代とかね20代の頃の思い出がね、多分そういう風に幼い頃の恋愛の記憶だったりをこうね思い出してるキスさんの方も多いと思うんですよ、僕は。で自分の経験と照らし合わせて聴いて感動するっていうね、素晴らしい曲ですね。もう一回聴いてみましょう。いいね。すごくいいですね。次いきますよ。あ、ここから C メロか。なんか今普通にドラマみたいな感じで見せて、歌声分析だっていうことをすっかり忘れていました。ごめんなさい。なんかお別れをした瞬間のね、シーンみたいな感じでついつい見入っちゃいましたけど、ここから C メロってことですよね。じゃあ行きましょう。ここは北山くんと玉森くんのデュエットか。すごくね声が混ざっているっていうのはもちろんなんですけど、透明感のある雰囲気を作り出してる歌声かなっていうふうに思います。こういった表現もあるんですね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。いいですね。でフレーズの語尾のこのロングトーンのところ、音伸ばしてるところのビブラートの感じがですね2人とも違うんですよね。だからこの部分だけ2人の個性が垣間見える瞬間っていうかね、そこが僕は逆に聞きどころなんじゃないかなっていうふうに思います。音を伸ばす前の部分はですねすごく混ざり合った歌声で透明感があって美しい歌声なんですよ。で音が伸びてビブラートをかけた瞬間だけこうね枝が分かれるっていうかね、すごくねなんかお得な雰囲気がして僕こういうの大好きですね。次いきますよ。
いいね。わずかな希望、待ち焦がれよう。ここを裏声にすることによって、伝わってくる感情としては、また一緒になれるっていうことをどこかで諦めている自分もいるみたいな、そんな感情に僕はね、聞こえましたよ。もう一回聞いてみましょう。なんかね、裏声にすることによって、すごくね、弱気な感情っていう風に僕は聞こえて、なのでさっきのね、どこかで諦めている自分もいるみたいな表現方法なのかなっていう風に思いました。次いきますよ。ここで強い気持ちが来るわけだね。すごくお腹の底から声を出したような強い声。この声はですね、しっかり腹式呼吸っていう呼吸法で息を吸って、声を出すときに腹筋にですね、こうぐっと力を入れて声を出すんですよね。そうすることによって生まれた声のパワー感、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。いやー、かっこいい声ですね。で、こういう力強い感情、歌声が来ると、次はどういう風なシーンが待ってるんだろうっていう風に気になります。いきますよ。いいね。いつか輝くからっていうワードのところの映像で女性が泣いているんですよね。すごく伝わってくる感情としては悲しい感情なのかなっていうふうにも思うんですけど、でもいつか輝くから、あなたを振り向かせてみせるからとかそういったことかなっていうふうにね、僕は個人的には考察をしてしまうような感じで、はっきりと言葉が持つ感情としてはこうパッと今すぐは出てこないんですけど、不思議とこうね感動してしまうような魅力があるポイントかなっていうふうに思いました。次いきますよ。ここでね、サビに行くんだね。そして Kiss-My-Fut2 のメンバーがこうね、一列に並んでる姿がね、すごく僕はね、感動しちゃいます。このシーン。言葉では表現できないね、魅力があるポイントかっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。いいね。この手の動きは手話なのかな、それとも普通に振り付けなのかな。詳しいキスさんの方はぜひコメントでね、教えてください。なんかこの手の動きだけでもすごくなんか美しく見えて素晴らしいなっていうふうに思いました。次いきますよ。あ、いい同じ空を見上げて思っているよっていう歌詞のワードで玉森くんがこうね、空を見上げるシーン素晴らしいですね。もう一回見てみましょう。ここ玉森くんだけじゃなくて振り付け的には全員がこう空を見上げてるっていうシーンなんだね。いやー、いいね。こういうのいいと思います僕すごく好きです。次いきますよ。誰だ今の男は、誰だ今の男は。どういうことだこれは。ちょっと映像的にね、どういうことなんだろうっていうふうに思っちゃいましたけど、歌声分析なのにごめんなさい。ストーリー的にはどういうことなんだろう。女性の方が他に好きな人ができて別れたっていうことなのかな。どうなんだろう。ごめんなさい。次いきますよ。あれこの男性の方は最初から出てきてましたか？ちょっとね、ごめんなさい。頭がぐちゃぐちゃになってよくわかんなくなってきちゃった。とりあえず、ミュージックビデオの声がガラガラ、焦って声がガラガラしちゃいましたけど、ミュージックビデオのストーリー性は一旦置いときますね。ごめんなさい。なんか、すごくテンパっちゃいます、僕。まあ本来ね、歌声分析動画なので、ミュージックビデオのストーリーにこうね、左右されてはいけないんですけど、もう一回聞いてみましょう。
やっぱね出てきますよねストーリーが気になるシーンがね。うん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 。あ、こっからエンディングに入っていく感じの歌のフレーズっぽいですよね。サビ終わりから流していきましょうか。うんうん。あ、いいね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 。あ、こういう感じ。メインメロディーがあって追っかけがあったりハモリが入っていたりとか声がいろいろこうねかぶさっていく感じかな。いいですね。次いきますよ。あ、いいねいいねいいよいいよ。うん、なんかちょっとゴスペルに近い感じの歌のアレンジかなっていうふうに思います。ゴスペルとか R&B とかね、メインメロディーがあって追っかけが入ってきたり、こう上でフェイクがいたり、まあ今回ねフェイクとかはないかもしれないんですけど、こういうアレンジね僕大好きですね。もう一回聞いてみましょう。ええー、あ、ほらほら、イェイイェイ、とかね、いろいろ入ってきてますよね。わ、かっこいいね。最後にしてこういうのが待ってるんだね。次いきますよ。あ、なるほどね。ここで追っかけとかバックのハーモニーとかが消えて曲の終わりに向かっていくっていう雰囲気が出てますよね。時間的にもそういう感じかな。あともうね16秒ぐらいしかないので、あともうワンフレーズ聞けるか聞けないかぐらいだと思うんですけど、聞いていきましょう。あ、そうだね。いやー、素晴らしすぎましたね。以上、キスマイフット2思い花歌声分析はここで終了です。いやー、ものすごく素晴らしい歌でしたね。そしてめちゃくちゃいい曲。今回はね、キスマイフット2の魅力も知れましたけど、それ以上に旧スタイルでのパフォーマンスだったり演奏スタイルを勉強することができました。まだキスマイフット2の音楽的な部分に触れて2ヶ月は経ってないと思うんですよね。なのでこういうキスマイフット2の歴史を知るっていう意味では僕はすごく楽しんで今回の思い花歌声分析できましたし、楽曲自体もね聴けたかなっていうふうに思っております。そしてねミュージックビデオのストーリーのですね考察なんかもねコメントでねぜひね教えていただけたらなというふうに思います。僕はもうなんかね最後の最後でストーリー性をね見失ってしまったので、ぜひキスタンの方々からの思い花のミュージックビデオのストーリーについてのコメントお待ちしております。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーのつるさんでした。